はいどうもこんにちは、オレンジ先生です。よろしくお願いします。今回は家庭学習のやり方、それで正しいですかという動画です。ですから家庭学習のやり方がわからないという方や、家庭学習結構やってるんだけどなかなか成績が伸びないなって思っている方、必見の動画ですから最後までぜひ見ていただければなと思います。早速家庭学習、もしくはね宿題とか、僕が所属していたサピックスでは必ずしも提出の義務がないという意味で、家庭学習と、家でやってくるものだよと、持ってくるかどうかお任せします、家でやるもんだよっていうことで、家庭学習と呼んでいたりするんですが、塾によっては宿題とかも言うでしょう。こういったものっていうのは、いわゆる勉強のメインになるものです。成績アップの根幹と言ってもいいでしょう。もしかしたら勘違いされている方いらっしゃるかもしれません。授業を受けたら成績が上がるわけではない。授業はあくまでも新しいことを学ぶ場であるということで、あくまでも脳に知識が定着してそれをテストで活かすっていうことにおいては、自宅学習もしくは自習ですね、家庭学習が一番重要なんだということをまずポイントとして押さえておいてください。授業だけ受けて家庭学習ゼロでは当然学習はほとんど定着しないということです。ですから塾に通って授業だけ受けてるだけではですね、成績っていうのは上がらないということですね。で、家庭学習っていうのはどういう意味があるかね、復習、そして記憶であると。だから物によっては授業の復習であるし、物によっては例えば理科社会だったら暗記部分もあると思うから、そういった面では記憶してくださいねっていうことでね、暗記したり解き方を定着させたりとかね、いろんな意味があります。授業で学び、そして家庭学習において脳に定着させるということですね。はい。で、学習っていうのは質かける量で表されるんだと、僕よく言ってるんですけれども、で、今回はですね、その質のお話です。ね、質のお話、家庭学習のやり方っていうので、どうやるかによってですね、質もしくは効率っていうのが大きく異なる。つまり家庭学習のやり方を間違ったやり方でやっていると、例えば極端な話、質0だとしたら学習量っていうのは0になっちゃいますよね。だから質0で量100でも 0×100 は0ですよね。ですから、逆に言えば、家庭学習の質を高めれば、例えば学習の質が100だったとしたら、ね、質が100で、量が1でも、それで 100×1 で100になっちゃうんだと。それぐらい質っていうのはとても大切なんだよということで、今回は正しい家庭学習のやり方っていうのを徹底的に説明していきたいと思います。はい、まずは家庭学習のパッケージ、学習パッケージについてちょっと説明していきたいと思います。で、あくまでも今回は算数を例に、算数特にですね、問題演習。だから暗記はまた別だというふうに思ってください。主に問題演習の宿題において、家庭学習においてはこんなパッケージなんだよということですね。はい、これが全部ですね。丸1、問題を解くと。これはもう一番最初にやることでね、問題をまず解かないと始まりません。で、丸2、丸付け。ね、問題解き終わったら回答を見て、合ってるか間違ってるか、合ってたら丸、間違ってたら×ということですね。丸付けをする、赤で丸付け。で、3番、理解、原因究明と。で、これはどういうことかっていうと、例えば間違えた問題ですよね。じゃあなんで間違えたの？計算ミスなのか、それとも書いてる図が間違ってるのか、式が間違ってるのか、そもそもやり方分かんなかったのか。そういった原因究明、間違えた、なんで間違えたかっていうことと、じゃあどうやって解くんだったっけと、正しい解き方を理解する。授業で先生が強調していたポイントをもう一度理解するということですね。で、理解できない場合、ね、この解き方やっぱ分かんないなと。板書見ても、解説見ても分かんないなっていう時は先生に質問地に行きましょう。そして丸4、1から3日後に間違えたところをもう一度解き直してみようということです。これが、一応とても効率のいい家庭学習パッケージだと僕は提唱したいと思います。はい。でですね、よくもうこれ本当に僕は家庭学習って本当にたくさん見てきたんですよ。で、1万冊以上多分見てきてるんだよね。1万人以上の生徒の家庭学習見てきてるんですけれども、本当に多いのが1で終わってるとか2で終わってる。つまり問題を解いて終わっている。あるいは丸付けをして終わっている。このパターン本当に多いですが、これって言っちゃうと最悪なんですね。で、なんでかっていうと、こう赤で書いてますが、結局これって自分の解ける問題を確認しただけなんだよね。例えば、四角1から四角10までが家庭学習だとしたら、四角1と四角2はできて、四角3はできなかった。四角4はできて、四角5はできなかった。四角6はできなかった。これはできた、これはできなかったっていうことをつまびらかにしただけなんだよね。それ以上でも以下でもない。つまり、自分のできないところを克服してるわけではないんだよね。それって家庭学習としての意味はないんだよね。ただ問題を解いて作業しただけなんだよね。それはね、
授業の復習とかできるところをさらにできるようにはなってるんだけれども、だからちょっとは意味あるよ。ちょっとは意味あるんだけれども、苦手を克服とか成績をさらに上げる、できないところをできるようにするっていう意味ではもうほとんど意味がないのね。だからやったその時間がもったいないんですよね。それで終わっちゃってるとね。っていうことをまずは強調して言いたいんですね。で、あるいはですね、こういう人も結構多いです。3で終わっている人。だから間違えて、ピロッとこう直しして終わってる人ね。なんかこう赤で答えだけ書いてるとか、赤で回答解説の式を写しているとかね。そういう人もいるんだけれども、これも結構もったいないです。なんでかっていうと、結局なんでできなかったかっていうところを考えて、その上でじゃあ本当はどうやるんだったっけっていうところまでで、一応完結はしてるんだよね。一旦完結はしてるんだけれども、それを長期記憶に伸ばしていくっていう意味ではやっぱり丸4番、ちょっと時間を置いてちょっと忘れかけてる時にもう一回すり込むっていうことが重要なんだよね。そういう意味ではしっかり丸4番までやった方がかなりお得だということを言いたいです。ただですね、やっぱり時間がない人もいるから、そういう人は、3番まででね、終わっちゃっても仕方ないのかなっていう、思いはありますね。だから最悪3番まででできたら4番までやってほしいということです。じゃあですね、具体的に1番、2番、3番、4番において、じゃあ実際に僕が見てきたダメな例で、じゃあ正しくはどうするのかっていうのをちょっと見ていきましょう。はい、問題を解く。ね、一番最初の問題を解く時点の悪い例。で、これ本当実例を見せてあげたいんだけれども、もちろんね、そんなことできないので、僕が今まで見てきたものを僕の手で再現したものをお見せします。まずこれ、こういうね、ノートを提出してくれる生徒いるんですよ。別に本人がね、ちゃんと勉強してたらいいんだけれども、ダメなポイントどこかっていうとね、まずタイトルがない。そしてページ番号がない。そして式とか図がない。で、これなんでダメかっていうと、まずタイトルとかページ番号がないっていうのは、後で見返した時にですね、どこの何の番号をやったか分かんないよね。で、例えばさ、間違えたところとかって時間を置いてもう一回解き直しとかさ、したいわけじゃん。なのにタイトルがなかったりとかページ番号がなかったら後で見返した時に、ここ×ってついてるけど、じゃあこれどこの問題なんだったっけっていうのをまたそれ自分で探さなきゃいけないじゃん。で、その時間めっちゃもったいないでしょ。だからタイトルとかページ番号っていうのは必ず書くようにしましょう。後で振り返った時にそれがどこの問題なのかっていうのをすぐ分かるようにね。で、あと先生に提出するという意味では、先生側がこれを見てもこの子は一体どこの問題で何の問題で間違えたのかが全く分からないから、アドバイスのしようもないわけね。だからこんなん受け取ったら日付と OK ぐらいしか書けないわけですよね。で、あと式とか図がないから、この生徒がどうやって考えてきたのかっていうのも全く分かんないよね。だからもう当然アドバイスもできないし、なんだったら先生によってはこの子答え写してるんかなって疑っちゃう場合もあるよね。でもそう思われても仕方ないような、これは家庭学習のやり方ですね。で、学習という意味では式とか図を書くっていうのはね、さっき言った原因究明です。自分がなぜ間違えたのかっていうところを考える上で、先生が言ってた図、先生が言ってた式と、同じように解いてるかどうかっていう確認ができるよね。式とか図を書いてたら。で、例えば図を書いて、その図の書き方が間違ってるとかっていうことが解くときに書いてると後で振り返るときに分かるよね。だけど答えしか書いてないとそれすらもう分析できないわけ。なぜ自分が間違えたのかっていうのが全く分かんないよね。ちゃんと式とか書いてたら、ここの式の部分で僕は計算ミスをしていたんだっていうことが後で振り返られる、反省できるわけですね。そういった面で後で見直すということを考えたときに式とか図を書いといた方がいい。あとは入試に向けてのことを言えば、学校によっては式とか図、考え方を書きなさいって言われるような学校もあります。そういう学校への対策としてもやっぱり式とか図を書く癖っていうのはつけといた方がいいんじゃないかなと思います。ただ良いところもあってですね、これね、あえて言うなら問題番号を書いていると、カッコ1カッコ2、それすら書いてない人いますからね、たまにね。で、あとは大問ごとに開業していると、四角1、四角2、四角3とかね、それはちょっとだけ見やすくなってるかなっていう意味で一応丸という風に書いていますが、いずれにしてもちょっとこれではちょっとまだ全然ダメなんじゃないって感じですね。もう一個見ておきましょう。はい、これもめちゃくちゃあります。こんなノートめちゃくちゃあります。はい、何がダメかというと、メモ書きのような回答欄ですよね。これもさっき言った理由と同じ、後で見直すときに自分がなぜ間違えたのか
自分がどのような考え方をして、それが板書のやり方、先生のやり方どう違うのかっていう分析、原因究明ができないよね。だって5と8っていう30どうやって考えたのかなとか、あとは先生が見た時にこの子どうやって考えたのかなっていうことすら分かんないし、アドバイスのしようもないわけですよ。そういった面ではちょっとこのようなメモ書きのような回答欄っていうのはやめた方がいいよね。ただ偏差値73以上なら OK とあえて書いたのは、やっぱりね、いっぱい生徒を見てきた中で天才タイプの子もこのような回答欄になるパターンが結構多いんですね。で、天才タイプの子はもう別に何も言わなくても勝手に偏差値どんどん上がっていくし、70以上キープできるんで、偏差値も73オーバー、全体の上位 1% ぐらいの、人でこういうメモ書きのような回答欄だったら僕はもう何も言いません。それでいい、続けていって大丈夫だよって言うんですけれども、それ以外の人でこのような書き方をしているんだったら、それはちょっと気をつけた方がいいというか、問題を解くその回答欄の作り方っていうかね、はちょっと考え直した方がいいんじゃないかなって思いますね。で、あとはちょっと細かい話だけれども、筆算は別の紙に書いた方がいいと思います。なんでかっていうと、後で見直した時に式とか図と筆算がごちゃごちゃって混ざってると、やっぱりその後で見直すっていう意味では、分析するっていう意味ではちょっと見にくい回答欄になっちゃうね。だから計算のメモとかはまた別の紙に書いた方が綺麗なねノートになるんじゃないかなとは思いますけどね。はい。で、あえていいところを挙げるとすれば、もうこの問題集5の04とかね P4 とかね、ページ数とかそういうのは書いてあるから、後で見直すときにどの問題をやったかっていうことは振り返られるよね。そういうところはいいと思います。はい。じゃあですね、家庭学習においてどのように問題を解いたらいいのかっていう一つの例をね、僕なりに書いてみましたので、ちょっと紹介したいと思います。こんな感じで、これはね、あくまでももう僕、一応大人ですから、ある程度綺麗に書けますけれども、ここまでね、綺麗に書けとは言いませんが、少なくともですね、こういう風にタイトルを書くとか、ページ数書く、大問書く、括弧書く、で式書く、で例えば図がね必要だったら図を書くとかね、例えばこういう 180×5 が900だよみたいな、こういうちょっとしたメモ書きは別にわざわざ消さなくていいです。ある程度こうやって残してもいいから、とりあえず式とか図とか授業中に強調されたようなところに関しては書いておいた方がいいと思いますね。後で見直すときに自分がなぜ間違えたのかっていうのが分かるためにね。はい。じゃあちょっとポイントまとめておきますと、まず一つ目、問題を解くときそんなに時間はかけないでくださいね。なんでかっていうと、あくまでも問題を解くっていうのは、一番最初にも言ったけど、自分ができるところとできないところを明らかにするだけなんですよ。できないところをできる作業ではないんですよ。だからできないところをまず見つけるっていう作業なのね、問題を解くっていうのは。だからここにはあんまり時間かけてほしくないの。どっちかというと後半の理解、そして原因究明、そして解き直し、3番4番でめちゃくちゃ時間をかけてほしいから、この問題を解くっていうところはね、もう本当にパパパってやってほしいのね、本当はね。で、分かんないところもあると思います。で、分かんないところをうんたらかんたら考えて30分使うっていうのはすごくもったいないですから、例えばこれもなんか解き方忘れちゃったなとか、どうやって解くんだったっけって思ったらもうスッと飛ばしてください。それで時間節約してください。で、その時間を節約するというかね、短い時間でやる、時間をかけないという意味ではですね、テスト形式で時間を計ってやるのもありだと思います。例えばこのページは10分でやるとかね、5ページまとめてじゃあ20分30分でやるよとか、自分で決めてもいいし、例えば決め方わかんなかったら先生に聞いてみてもいいと思います。で、それはさらにですね、時間配分の練習にもなります。時間配分っていうのは入試においてすごく重要ですから、例えば4年生のうちとか5年生のうちからでも全然練習して意味あるものですから、例えば残り時間あと半分ぐらいで、今どれぐらい自分半分に、例えば5ページだったら2ページ終わってる、あと3ページだけど時間があと5分しかない、時間配分ミスっちゃったとかね、そういうちょっとした訓練っていう意味では、その宿題の時からですね、時間を計れば時間配分の練習にもなるし、だらだら時間をかけないという、2つのメリットがねあるから、ちょっとおすすめかなと思います。はい。あとはタイトル、問題番号を書く、そして答えだけではなく式や図なども書いてくださいと。で、 4,5 年のうちは算数においてですよ、算数において図は積極的に書いてください。例えば平面図形の問題だったら、与えられている平面図形をもう一回写すとか、あるいは面積図とか立体図形とか、いろんな図、考え方表とかね。算数っていうのは式だけで解いていける子もいるんだけれども、本来の目的は図とか線分図とか、そういったものを使って
って算数は解いていくっていうのが一応主題ではあるので、そういった図を書く練習として積極的に書いてほしいなと思います。で、赤で強調しました。フリーハンドで書いてほしい。なんでかっていうと、これもよくいるんだけれども、定規を使ってね、丁寧に書いてくれる、生徒もちょこちょこいるんですけれども、時間めちゃくちゃかけてんですよね、それって。例えば一つの線分図書くのに、1分半とかかける生徒いるんですよ。それってめちゃくちゃ時間もったいないのね。いや、綺麗な図は大切なんだよ。綺麗な図は大切なんだけれども、理想形としては、フリーハンドで綺麗な図を素早く書くことが理想なのね。なんでかっていうと、入試って時間限られてんのね。ってことは、綺麗な図を書くのはもちろん重要なんだけれども、例えばそれを定規で1分半もかけてたら、当然入試ではかなりのディスアドバンテージになってしまう。1分半問題解く時間なくしてますからね。それだったら10秒でパッ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 パって書けるようになった方がいいじゃん。で、その練習を6年生ではできないんですよ、もうほとんど。6年生でやってたら遅いですから、じゃあ4年生、5年生、まだ入試まで時間がある段階でですね、フリーハンドで綺麗な図を書く練習っていうのはしておいた方がいいかなと思います。はい、あとは、これも当たり前なんですけど、丁寧な字で書く。で、これは、もちろんその字を書くという意味で丁寧に書くのが大切っていうこともあるんですけれども、入試においての採点感が読めない字、例えば1と7が混同してしまうとか0と6が分かんないとかそういうので結構厳しい採点感だったら普通に×しますからね。で、そういったところで無駄に点数を落とさないためにも、家庭学習の時から丁寧な字で書くということは意識しましょう。別に綺麗な字を書かなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ。例えば自分が字汚いんだったら、ちょっと落ち着いてゆっくり一文字一文字丁寧に書いたらある程度綺麗に書けますから、急いでパーって書くんじゃなくてね、早く書けることも重要なんだけど、その前に丁寧な字を書くということも大切に思ってください。そして筆算は別用紙に書いてねということですね。はい、以上が問題を解くのポイントです。もう当たり前のことしか結構言ってないんだけれども、とにかく重要なのはそんなに時間をかけないということですね。はい、それでは次。はい、ここでですね、問題を解くに関しての番外編。こんな質問よく見かけます。ノートにやるべきなんですか？問題を解く一番最初のね、この丸1の段階においては正直何でもいいです。別にノートにやってもいいし、テキストをコピーして、そのコピーしたところに書き込んでもいいし、別に何でもいいと思います。例えば、最悪チラシの裏でもいいと思います。例えば別にチラシの裏にやっても何の問題もないんだけれども、先生に提出するんだったらちょっと格好つかないから、それだったらノートの方がいいかなと思いますが、例えば先生に提出しないのであれば、別にチラシの裏にパーってやっても別に僕としては問題ないかなと思います。だってあくまでも問題を解く丸1の段階っていうのは、できるのかできないのかを明らかにするだけだから別に何でもいいと思います。はい。で、テキストに書き込むのはどうなのかと。で、これは2種類の回答があって、場合によります。まず1つ目、授業の直しだったら別にいいと思います。例えばサピックスになっちゃいますが、4年生とか5年生だったら授業で扱ったところの裏にね、同じ問題があるんですよ。だから授業と全く同じ問題の解き直しだったら別にいいと思います。なんでかっていうと、授業の直しってもう授業中に1と2をやってるんですよ。問題を解くっていうのをもう授業でやってるし、丸付けも授業でやってるのね。だから授業の直しっていうのはそもそも3番4番なんですね。だから別に気にしなくてもいいと思います。できないところをしっかりできるようにする。3番4番の話なんでね。で、これが演習問題だったら、つまり授業とは別の問題、類題とかね、サピックスだったらデイリーサピックスっていう白冊子とかね、こういう問題集があるんですけれども、その問題冊子、問題演習の冊子の問題だったらあんまり書き込まない方がいいと思います。なんでかっていうと、後で4番解き直すときに再利用したいのでね、再利用したいから書き込まないことを一応お勧めします。ちょっとだいぶ細かい話だけどね、今回の動画かなり細かく説明していきますから。はい、それでは、2番目、丸付けに関してちょっと見ていきましょう。はい、丸付けの悪い例。まず1つ目。これ見えますかね？これ見える？このね、大問の左上に小さく丸、小さく×、小さく丸ってしてあるんだけど、これもね、結構いるんですよ。丸付けが小さすぎるんだよね。で、これなんでダメかっていうと、いや、丸付けしてるからいいじゃないですかっていうね、生徒いるんですけど、いや、確かにいいよ。確かにいいんだけれども、後でできなかったところを解き直しするときに小さいからちょっと分かりづらいじゃん。どこを自分が間違えたかっていうのがね。でこんな小さくても、いや僕はもう間違えたところすぐ分かるんで大丈夫ですって言ったらいいんだけれどもね。だけれども、ちょっとでもね、探す時間をなくすためにももうちょっとはっきり書いた方がいいかなと僕は思いますね。はい、そしてこんなパターンもあります。はい、これね、一見ね、いいように見えるんですけれども、何がダメかっていうと、×しかつけてないんですよ。合ってるところを丸してない。間違ってるところを×してるだけ。
で、これ、一見いいように思えるし、効率的なようにも見えるんですが、例えばさ、全部合ってるページがあったとするじゃん。例えばノートにやってたとして、このページ、この見開き1ページは全部合ってましたってなったらさ、それノーマークだよね。だから丸はつけないってことは、何にも赤入ってないよね。じゃあ後で見直した時にさ、あれ自分ここって丸付けもしかしたらし忘れてる？丸付けし忘れてる場合と全部合ってる場合の2パターン存在するよね。ノーマークってことは。このルールでいくとね。だからもしかしたらさ、丸付けし忘れてるかもしんないじゃん。で、その丸付けし忘れてる可能性が分かりにくいという意味で、×しかつけてないっていうパターンは僕はダメだと思います。はい、じゃあどうすればいいのかっていうと、こういうもうシンプルです。合ってるところには大きく丸、ね、はっきりと丸をして、間違ってるところにははっきりと×。で、この右にね、正しい答え、今回ここね、20メートルって書いてますけれども、これ20メートルって書くかどうかは、別にどっちでもいいかなと思います。書いた方が書くのが普通かなとは思いますけどね。はい、じゃあポイントちょっとまとめておきます。まずは時間をかけない。やっぱり1番、2番には時間あんまりかけてほしくないのね。メインは3、4番だからね。2番では時間かけない方がいいと思います。だからパーッと丸つけ。で、丸も×も見やすくはっきりとね、さっきみたいな、このように分かりやすく後で見直した時に自分がどこで間違えたのかっていうのが、これだったらさ、例えばこれをさ、後で見返した時に、自分は四角1のカッコ2で間違えてるって。一瞬でわかるよねっていうのが一応目的ね。はい。そして間違えたところに正しい答えを書くかどうかはどちらでも良いということです。書くのが普通かなとは思います。はい。それでは3番、理解原因究明のポイントちょっと見ていきましょう。はい。まずはここからが学習の本番であると。家庭学習の本番であるということね。これ強調しておきます。はい。そして板書や解説を見て正しい解き方を理解する。で、わからなかったら先生に質問してくださいねってことね。はい。で、板書を見てということは、当然板書は可能な限り写しておかないと、後で見直すときに、ここどうやって解くんだったっけっていうことがわかんないよね。で、もう僕不思議なんですけど、全然板書写さないのね。ほとんどの生徒が。でも僕、あまり熱血指導タイプじゃないので、お前らちゃんと板書写せって言わないタイプなのね。そういうのは自分で気づいてよねって思っちゃうタイプなので、あんまり口酸っぱく言わない。1回とか言うよ。映した方がいいよねとか言いますけど、なんでお前映さないんだよみたいな感じではあんまり指導しないタイプなので、あんまり何回も言わないんですけど、本当にね、映さないんですよ。見てきた生徒のね、80% から 85% ぐらいはね、映さないです。で、おそらくだけど、彼らは回答解説見たらわかるじゃんって思ってるんだろうね。でも、裏側の話になっちゃうけど、回答解説と授業のやり方って結構違うパターン多いですからね。で、回答解説ってやっぱり文字情報しか書けないじゃん。で、式とかも結構ね、連結してるパターンがあるんですよね。例えばさ、3に2を足して5をかけるとかって、3足す2イコール5。で、5×5 は25って式2つに分けて書くこともできるけど、それだったらさ、式多くなっちゃうじゃん。だから回答解説ではそういうのをまとめるんですよ。カッコ3足す2、カッコ閉じるかける5とかね。ってするとどんどん式が長くなっていって、生徒が分かんなくなった時に回答解説を見た時に、このカッコなんで3足す2足してんだろうとか、分かんないわけ。で、単位とかもあんま書かないので、例えば速さとかね。これって時間なの？それとも比なの？それとも速さなの？距離なの？とかってわからないんですよ。だから回答解説の式とかって結構不親切な場合が多いんですよね。だから分かる生徒が見たら分かるんだけど、分かんない生徒が見ても分かんないわけですよ。じゃあ何を参考にするかって言ったら、先生が黒板とかホワイトボードに書いた板書が見直す時に便利なんですよね。で、逆に言うと先生たちは生徒が分かんなくなった時に見直せるような板書を書いてるはずです。少なくとも僕はそうやってます。だから板書っていうのは可能な限り写してほしい。1から10まで全部、書かなきゃいけないかって言われたら別にそうじゃないんだけれども、もちろん、ここは書いた方がいい、ここは書かなくてもいいかっていう判断をね、めちゃくちゃちゃんとできる生徒だったら、ある程度、ここは書かなくていいから、写さなくていいや。ここは書いといた方がいい、写した方がいいって、その自分の中で板書を取捨選択してくれたらいいんだけれども、小学生のうちでその取捨選択をちゃんとできる人ってほとんどいません。で、それができてるんだったらもう偏差値70以上なのね。すでに。で、偏差値70以上ではないということは、その取捨選択がほとんどできないパターンが多いです。だったら、有無を言わさず可能な限り写した方がいいんですよ。後で役に立つかもわかんないからね。だから板書はもう可能な限り写してください。で、とある生徒 A 君の話っていうのは、僕は小学校6年生のね、生徒を持ってた、仮に A 君としてますが、その A 君はね、こう言うんですよ。俺は板書写さないタイプなんだ、みたいな。で、多分それかっこいいと思ってるのかな。その板書写さずに先生の話を聞くだけで頭の中に入れて、
ね、板書写してたら先生の話聞こえないから、それだったら板書写さずに先生の話一生懸命聞いて、それは頭の中に留めて家に持って帰るんだっていうことを言ってたんですよ。それも一理あるかもしんないけど、結局その A 君は次の週になったら授業でやった問題を聞いてくるんですね。質問でここどうやるんですかって、いや言ったじゃんみたいな、授業でめっちゃ丁寧に説明したんだけどって僕は思いながら、そんなこと言わないけど、全く授業と同じことをもう一回説明するのね。でそれってその A 君のその質問来てる時間で、僕にもう一回同じことを教わる時間もったいないよね。でそれだったらさ、授業の後に質問教室っていうのがあったんだけど、その質問教室に来るさ20分30分待たなきゃいけないわけよ。他の生徒とかもいるから、その20分30分早く帰ってさ、例えば夕飯ゆっくり食べたりとかさ、ちょっと暗記できるものがあったりとかさ、時間有効に使えるじゃん。じゃあその A 君がその授業でさ板書ちゃんと写してたら、自分が家で復習するときに分かんなくなったときに見返して、こうやって解くんだったってことが分かるわけじゃん。結局頭の中で留めておくっていうのはね、ほとんど無理なんですよね。記憶っていうのはすぐなくなっちゃいますから、もう1日経ったら半分ぐらい消えてると思ってください。人間の記憶には限界があるから、じゃあ後で思い出すためにもですね、板書に留めておく、メモしておくっていうのは重要なのね。で結局その A 君っていうのは当然、当然というか、結果論ですよ。結果論ですが、第一志望校には受かってません。第二志望校にも受かってません。もちろんその板書を写さなかったから受からなかったっていう直結っていうわけではないと思うけれども、でも傾向としてはそういう、時間を無駄にしたとかね、いろんな範囲の中の一つとしては板書を写さなかったっていうこともあると思いますね。でこういう生徒もいます。板書を写してたら先生の話聞けないと。いやそれは訓練してください。4年生5年生の間に板書を写しながら先生の話も理解する、この2つ同時にやるっていうことを4年生5年生で訓練するんですよ。で脳を鍛えるんですよ。そうすると6年生になった時に板書を写しながらでも先生の話余裕で聞けるようになるんですよ。でそれはもう訓練すると。できないから片方しか取らないというのではなくて、どっちもできるように脳を鍛えていくってことね。はい。で質問するところには付箋貼ったりとかさ、質問とか書いておいて、先生にどこ質問したいのって言われた時にパッと出せるようにね、しておくと無駄な時間とかも省けるよね。だからこういう工夫はした方がいいかなと思います。であとその原因究明に関してなんだけれども、なぜ間違えたのかっていうことをまず考える。例えば問題読んでなかったとかさ、計算ミスだとかさ、そもそもやり方覚えてなかったとかさ、そういう原因究明をまずします。で先生が言っていた図、例えば表なのか、例えばベン図なのか、例えば面積図なのか、天秤図なのか、ダイアグラムなのか、そういった先生が授業中に使ってた図を自分はちゃんと書いているのか、そして先生がポイントとして言っていたところ、例えば僕の授業だったら丸でポって書くんですけど、そういったポイントをちゃんと覚えてたかどうかっていうところを、ちょっと自問自答してください。で例えば原因がその答えるところを間違えていたとかね、例えばさ A さんの所持金を答えなさいって言われてんのに C さんの所持金を答えてたとかさ、それで A さんの所持金自体は合ってたとかね、だから答えるとこさえ間違ってなかったら合ってたんだよなとか、計算ミスさえしなかったら合ってたんだよな、考え方とかはバッチリだったんだよなみたいなところはもう解き直し不要です。解き直ししなくていいです。その分ですね、考え方がわからなかった、覚えてなかったっていうところに時間をかけてあげてください。で質問計算ミス以外、要は分かんなかったところですよね。理解できてないところに関してはちょっと時間を空けて解き直ししてください。理解したものをすぐアウトプットするのももちろんいいんですけれども、ちょっと忘れたぐらいね、1日とか3日とか結構記憶が危うくなってきた時にもう一回思い出させるっていうのが記憶を強くしていく、長期記憶につなげていくっていう意味では効果的ですから、1日から3日空けてですね、もう一回その分かんなかったところを自分の力で解いてみるっていうのは重要かなと思います。はい、4番、解き直しの悪い例、どんなものがあるか。はい、これちょっと見てください。これもよくあるんですよ。これめっちゃある。こうやってね、赤で式が書いてあって、20メートルと書いてあって、これで終わってるパターン。これも本当に強調して言いたいんですけれども、解説の式を写すだけっていうのはね、それは全く解き直しではないんですよ。ただの転記、書き写してるだけなんですよ。でもね、これも本当によくあるんですよ。これで解き直しできてるって思って自信持って家庭学習提出する子って本当にいっぱいいて、いや意味ないんだよねと思いながら、でも別にちゃんとさ、この直しはしてる、体は取ってるわけじゃん、形になってるわけじゃん。だから日付書いて OK って書いて返すんだけど、でも本当のこと言うとこれって全然意味ないんだよなって講師の立場からは思っています。はい。
じゃあどうすればいいのかっていうと、こんな感じ。タイトル書いてですね、解き直しと、これね、解き直しって書くのはちょっと重要です。なんでかっていうと、先生に提出する場合なんだけど、先生にとってこれ直ししてないよなってなった時に、ちゃんとここに解き直しって書いてると、あ、この子直ししてるよね、偉い偉いってなるわけですよ。だから直しって書いておくことは重要です。で、これちょっと伝わるかわかんないんですけど、問題をね、これ僕印刷してハサミで切って貼ってるんですよね。これもね結構重要です。問題とこの解き方セットでやるということですね。で青で丸付けっていうのは2度目だからっていう意味で、別にこれに関しては赤でも全然いいです。僕だったら青でやるかなって感じです。別に赤でもいいと思います。はい、じゃあ解き直しのポイントをまとめていきます。で、解き直しがまず学習パッケージの中で一番重要だと。記憶を長期記憶につなげていく。マンスリーテストとか模試とか入試に出てきた時にちゃんと思い出せるようにする、長期記憶につなげていくという意味で、この丸4の解き直しが一番重要なんだということです。はい、で、丸1で問題を解いたと思うんだけれども、それとは別のルーズリーフなどにやった方がいいと思います。で、なんでかっていうと、この解き直しノートとかね、その解き直した紙とかっていうのは、要は自分が一度授業を聞いても分かんなかったところなんだよね。つまり自分にとっての弱点なわけで、それが例えば模試とかで出てきた時に危ういわけだよね。じゃあそれをまとめておけば、テスト直前の確認ノートになるよね。例えばテストの前日とかさ、テスト対策とかさ、例えばテスト本当に始まる5分前とかにさ、確認するノートになっていくわけです。まとめノートになるわけですよ。だから1回目問題を解いて次のページに直しをするんじゃなくて、1回目解いたノートとは別で確認ノートとして、直前見直しノートとして解き直しをやっていくと、後々そのノートが生きてくるわけですよ。だから一石二鳥ね。で、そしてですね、後で見直すことを考えれば、問題も書いてある方がいいんですよ。さっきの僕のこれみたいに、問題と自分の解き直したこの回答案がセットになってる方がいい。なんでかっていうと、後で見直すときに、例えばこれ問題書いてなかったら、あれこれってどんな問題だっけって分かんないよね。だけど問題が書いてあったら、あ、そうそう、この問題自分弱いんだよな。このタイプの問題弱いんだよな。じゃあどうやって解くんだったっけっていう、見直しがすぐできるよね。という意味で問題は書いてある方がいいです。はい。でですね、でこれをね、例えば直前確認ノート、見直しノートってしていくと、どんどんやっていくうちに覚えていくわけですよ。解き方とかね。あ、これはもう覚えてる。ね。これも模試でも出てきたし、マンスリーテストでも出てきたし、そこでもう自分はできるようになってる。ああ、もう分かってるよ、みたいになってきたら、確認ノートから省きたいわけですよね。もう別にいらないわけだから。ただでさえ分かんないところってさ、毎週増えていくわけだから、その確認ノート、ルーズリーフとかだったらさ、まとめるわけで、そのルーズリーフのやつがものすごく太くなっていくわけじゃん。どんだけ確認しなきゃいけないんだよみたいな。でももう最初の方はさ、もう何回も確認してたらさ、5回も確認してたら、もうこれ分かってるよみたいになってくるじゃん。で、そういったものはもうその直前確認ノートから省いていきたいのね。という意味で、後で編集する。このもういらなくなったものは捨てるっていうことを考えると、ノートとかだったらさ、ちぎんなきゃいけないよね。そのページもいらなかったら。そういう意味ではルーズリーフにやり直しをして、でそれリングノートって分かりますか？ルーズリーフってこの左にね丸がいっぱいついてんだけど、その丸のところにガチャってリングを通してまとめる方法があるんだけど、そういうねリングノートにしたりとか、あるいはテキストのコピーだったらさ、紙ですからもういらなくなったらもうその紙を捨てればいいわけだから、でそれを一つの例えばさ、ファイルとかクリップとかで挟んどいて、それを確認していくっていう作業でもいいね。で、もうこの問題も分かってるよってなったら、もうそれクリップから外して捨てちゃえばいいからっていうような、自分のできないところ詰め合わせパック、自分のできないところ詰め合わせノートまとめみたいなものを作っていく。でもういらなくなったら捨てていくっていうことをしていくと、ただ家庭学習だけではなくて、家庭学習からマンスリーテスト、家庭学習から入試に向かってつなげていくっていう作業にもなるよね。はい、よろしいでしょうか。そして解き直しの番外編、ちょっとだいぶ細かい話ですが、そのままコピーで使えるものとコピーした上で切り貼りしないといけないものがあるんですね。で、これ共感してもらえるかわかんないんですけれども、テキストによってはこんなテキストがあります。これサピックスでよくあるタイプなんだけど、1ページに2問こうやって書いてあるようなね。つまり何が言いたいかっていうと、解くスペースが与えられている問題集ですね。解くスペースが与えられている問題集で、こういうのはコピーしてそのままそこに書き込んだらいいと思います。それで直前確認ノートの完成なんだけれども、こんな問題集もあります。塾によってはね、こんな問題集もありますよね。要するに解くスペースを与えられていない、そもそもノートにやること前提の問題集ね。でこういうのは
コピーしてこうチョキチョキしてノートに貼ったりルーズリーフに貼ってやっていかないといけないよね。だからそこはちょっと自分の扱ってる問題集によってちょっとやり方変えないといけないですよね。はい。で1から4番までねいろいろ見てきましたが、結構やることいっぱいあって時間かかるんですよ。やり抜くのって大変なんですよ。で実際4までしっかりやってんのってアルファの一部です。アルファっていうのはサピックスでいう成績上位の人たちです。偏差値で言うとだいたい60オーバーぐらいかな。60オーバーぐらいの後者にもいるんですが、そういったアルファの中でもほんの一部の人しかできていません。でアルファの中には3種類ぐらいいて、そうやってしっかりと家庭学習をやり込んでですね努力しているタイプ、そしてさっき言ったような本当に天才タイプですね。偏差値も70オーバーの天才タイプで、そして家庭学習ちょっと手抜いてるけど地頭の良さでアルファギリギリ入れてるっていうなんちゃってアルファと、この3種類がいるんですけど、6年生になったらこのなんちゃってアルファはどんどん落ちていきます。最終的に6年生の秋に残るのは天才タイプと4までちゃんとやってる秀才タイプなのね。で本当にこのちゃんと努力してるのって全体のその学年の中でも本当にね数パーセントなんですよ。 3%2% もいるかどうかぐらいで、逆を返せばですよ、じゃあ4までちゃんとやり抜いて努力すればライバルどんどん抜かしてアルファに食い込めるわけですよね。だってライバルたちはちゃんと4までやり抜いてない人がほとんどなわけだから、4までちゃんとやれば学習効率も上がって成績もどんどん上がっていくわけですよね。じゃあなんでね4までやったらそりゃ成績上がんのに、じゃあなんでやんないのかっていうと、なんでほとんどの人は4までできてないのかっていうと、まず一つ、小学生にはやり抜くの困難なんですよ。なんでかっていうと、まず問題解いて丸付けしたら満足しちゃうよね。ああやったやった、先生から言われたところやった、もうそれで終わっちゃう、それで満足しちゃうというか、それ以上はもうめんどくさいって思っちゃう生徒がほとんどなのね。でもそれはもう仕方ないんですよ。小学生というのはそういうものですから。だし、例えばさっきみたいに問題をコピーして直前ノートを作らなきゃいけないとかって分かってても、コピーしたりノート作ったりとかって結構作業大変だし、例えば小学生にはできないこともあったりするよね。だからほんの一部の人しかできてないんですよ。じゃあどうすればいいのかっていうと、そこはもう親御さんのサポートですよね。僕が実際に見てきたアルファの生徒たちの中で、実際にそうやってね綺麗に印刷してきたところに問題を解いてくれてるね生徒とかっていうのは、もうきっちり親御さんがコピーしてくれたりとか、コピーしてそれを切り抜いてノートに貼って、その直前見直しノートみたいに作ってくれてる親御さんとかね、そういった親御さんのサポートがあって成り立ってる場合が結構多いんですよね。っていうか100% かな。あともう一つの理由としては、単純に量が多いと。5年生とか6年生になってくるともう宿題めちゃくちゃ多くなりますから、でその解決策としては、この間僕も動画上げましたが、優先順位を考えようよっていうね。これに関しては先週上げた動画がありますので、上にリンク貼っておきますから、もし気になる方は見てください。優先順位を意識して厳選してくださいということね。質低くていっぱいやるよりも質高く厳選してやろうよということですね。はい。で、今親御さんのサポートっていう話出ましたけれども、じゃあ親御さんに何ができるのか、どういうサポートができるのかっていうと、まずスケジュール管理ですよね。1週間あるうちのどのタイミングで家庭学習をやるのか。例えば問題解いて丸付けするのが次の日とかね。で、3日空けて解き直しをするっていうような、その1週間のスケジュール管理であったりとか、あとテキスト管理ですよね。例えば場合の数復習したいってなった時に、あれどこだっけってなるんじゃなくて、ちゃんとここにあるっていうのを分かりやすくテキスト整理してあげるとかね。あとは丸付けとかね。丸付けとかも別に、意味ないことはないけども、丸付けって作業なんですよ、結局。で、合ってたら丸、間違ってたら×ってだけだから。だからこの作業は生徒にとったら、別に新しいことを学ぶっていうことはないんだよね。だから勉強とはそんなに関連性はないので、あくまでも作業なので、じゃあそういったところは親御さんもできるよねってもう考えられる。だから別にやってくださいってわけじゃないよ。そこはもう任せます。ただこういう可能性として、親御さんができるサポートの可能性の一つとして、丸付けもあるよということです。あとはテキストのコピーですね。間違えたところをもう一回解き直すときにテキストをコピーしてやるとすごくやりやすいよねとか、あとはそういったものをまとめる確認ノート作りとかね。そういったことっていうのはあくまでも作業ですから、親御さんにもできるのかなと思います。もう一度言いますが、これ全部やれってわけじゃないよ。こうしたことを親御さんがサポートすると、小学生の生徒にとってはすごく勉強しやすい環境になるんだよということです。だからするかしないかはお任せしますって感じね。はい。で、そして最後にですね、
ちょっと余談チックな話にはなっちゃうんですけれども、中学受験は優しいという話をして終わりたいと思います。でね、これがね、中学受験じゃなくて大学受験になるとどうなるかっていうと、ライバルたちも当たり前のように4までやってくるんですよ。解き直しまでちゃんとやるんですよ。なんでかっていうと、4までやんないと記憶に定着しないから。当たり前のように難関校を狙ってくる高校生とか浪人生っていうのは、ちゃんと勉強してくるんですよ。まあもう高校生だしね。まあ自分でもう一人で勉強できるようになりますから、ちゃんとみんなもやってくるんですよ。ってことは、4までやったところで成績が上がるとは限らないわけです。だから、まあ高校受験とか大学受験とか年齢が上がれば上がるほど、ちゃんと勉強やっても成績伸びたいんだよなってことが多くなります。なんでかっていうと、小中高で培ってきた思考力っていうものがあって、例えば小学校でやる算数とかって、ただ算数を学ぶだけではなくて、例えば式をね、解くとか、掛け算を面積として考えるとか、そういったことって思考力を鍛えてることにもなるんだよね。でそういったことを、小学校の6年間、中高の6年間、合わせて12年間培ってきたものが大きく差があると、もうそれを覆すのってかなり難しいんですよね。だから大学受験とかで下克上するのって本当に難しいです。もう体調おかしくなるぐらい努力しないと無理だと思います。だし、ここに帰国子女の話って書いてますが、悲しいことにですね、帰国子女の人たちには死ぬほど英語勉強しても勝てません。死ぬほど勉強して、もう体調おかしくなるぐらい勉強して、やっとトントンかな。やっと勝負できるぐらい。そういう帰国子女勢の台頭もありますから、そういった意味では努力してもどうにもならない場合の方が多いんだよね。高3とか高3の秋とかだよ。高3の秋とか、もう本当に直前期に関してはね。それに比べてよ。それに比べて中学受験っていうのは努力したら勝てるんですよ。だってまだベースがないから。思考力も別にそんなまだ差が生まれてないから。塵も積もれば山となるの、その山がまだちっちゃいわけよ、みんな。だから努力したらまだ勝てる段階なんだよね。だから今回の話まとめると、中学受験っていうのはそれなりの努力ね。別にそんな体調おかしくなるまで努力しろっていう話ではなくて、ちゃんと毎週それなりに努力して、でそしてそれを努力しやすい環境づくりっていうのを親御さんがサポートしてあげる。そういった組み合わせでかなり勝てます。かなり成績上位に食い込めます。ですから今回の動画を参考にですね、ちょっと家庭学習のやり方見直してみてはいかがでしょうかということで、今回は締めくくりたいと思います。はい、以上になります。よろしければグッドボタン、高評価ポチッとお願いします。そしてチャンネル登録またの方もポチッとぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。